今回はヨネックスの新しい V コアプロ100、こちらのインプレをお届けします。前作に比べてフレーム圧やシャフト形状など大きく変化が加えられたこの最新モデルなんですが、松井俊秀選手もこの V コアプロ100を使用するなど、非常に注目度の高いモデルになっています。僕もこのラケット購入をしまして早速使ってみたんですけれども、これまで以上に柔らかい打球感やホールド感っていうのがありつつも、しっかりとしたボールの飛びも両立した、優等生なラケットに仕上がっていました。間違いなくこれまで以上に幅広いプレイヤーが使える V コアプロに仕上がっているかなというふうに感じています。このラケット気になっている人も多いと思います。購入を迷っている人も少なくないんじゃないかなと思いますので、今回動画でしっかり解説をしていきたいと思います。このラケットの性能や、打球感だけではなくてライバルとの違いっていった部分もしっかり解説していきたいと思いますし、あとはこのラケットの、高評価なポイントだけではなくて、ちょっとここどうなのっていう低評価なポイントについても、正直に解説していますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。まずは前作から変わったところについて解説をしていきます。まず大きく変わったポイントの一つ目としてはデザインが挙げられるかなと思います。これまで深緑色だった、前作 V コアプロから一転ですね、黒ベースに黄緑色と紫色が差し色で入ったデザインに大きく変化しました。言えば初号機とかね、揶揄されてますけど、現物を見るとそこまで違和感はないかなという印象でした。で、全体はマット仕上げで、塗装のクオリティの高さっていうのはさすがのメイドインジャパンというところかなと思います。続いてスペックの変更点なんですけれども、公式で言われているスペックの変更点としてはフレーム圧の部分ですね。今まで 21mm フラットだったのが今回は 23mm フラット、プラス 2mm フレームが厚くなっていて、現物を見るとかなり肉厚になったなという印象がありました。で、あとはテニスウェアハウスの数値にはなるんですけれども、 RA が前作65だったのが今回は63になっているそうです。あくまでもこれは参考値なので、設計段階で実際に下がっているのかどうかっていうのはちょっと断言はできないんですが、柔らかくなっているんじゃないかという予想ができます。あとはですね、ストリングパターン、数字上はどちらも同じ 16×19 なんですけれども、こうやって並べて比較をしてみるとですね、明らかに新型の方が、ス目が広げられている、粗いストリングパターンになっています。で、これによって、ボールの引っかかりっていうのが良くなっているんじゃないかなと思われます。あとはグロメットホールの直径もですね、新旧で比較すると新しい V コアプロ100の方が大きくなっています。実はこれ前作の 100JP から採用されていたらしいんですが、それが今作にも引き継がれるような形になりました。穴が大きい分ストリングがねしっかり動くはずなので、スピン性能や、飛びの部分にも影響しているんじゃないかなと推測できます。で、実はシャフト部分にも変更が加えられています。今までベクターシャフトと呼ばれる、段がついたような構造になっていたんですけれども、それが今作では廃止となっていて、つるっとした表面に変わっています。で、なおかつシャフトも長くなっているそうなので、それがしなりっていうのをより大きくしています。まずはこの新しい V コアプロ100の打球感なんですけれども、ボールを全体的に包み込むような柔らかい打球感に仕上がっています。で、前作に比べると、手応えっていう部分でも、軽くて楽になったかなというふうに感じました。で、前作と比べた時にちょっとね、中空っぽい感じがありまして、しなりに関してはそんなに変わらないのかなとは思うんですけれども、ストリングのたわみであったりとか、その動きっていうのがより感じられて、それが柔らかさにもつながってるんじゃないかなというふうに感じました。で、新型は RA が63で、旧型が RA は65なんですけれども、数字としてはねにしか変わらないんですが、実際に打つともう別物かなっていうぐらい差を感じました。
で前作の方が正直板っぽい、なんか板みたいな感じであんまり優しくないなっていうのがあったんですけれども、まあめちゃめちゃハードヒットできますよっていう人はですね、もしかしたら旧型の方が好き、そのぐらい手応えがあった方が好きなんじゃないかなという気もしました。ただ多くの人にとってはこの柔らかい打球感っていうのは結構気に入ってもらえる、そういう仕上がりなんじゃないかなというふうに思います。ここからは各ショットについて見ていきたいと思います。まずはサーブからですね。サーブに関しては前作と比べた時に明らかに回転はかけやすくなっているかなというふうに感じました。でラケット自体のパワーも結構あるので、スピンはよく跳ねてくれましたし、スライスはボールがよく引っかかってこう回転量で、大きく曲がってくれるなという感じがありました。でフラットサーブももちろん打ちにくいっていうことはないんですけれども、この回転のかけやすさを使って、スピンとかスライスっていうのをしっかり織り交ぜていった方がラケットの良さっていうのを活かしやすいんじゃないかなというふうに思います。でただ、そのボールの引っかかりの良さとか食いつきとかっていうのが今までと違うので、慣れるまではちょっとコントロールしにくいなっていうふうに感じる人もいるんじゃないかなというふうに思います。でドカンとフラットで押し込んでいくのであれば、旧作、前作でも問題ないかなとは思うんですけれども、ボールの力の伝わり方っていうのがこれ新旧でだいぶ違うので、乗り換えを考えている人は多少こう時間がかかる、感覚的な調整が必要になるっていうのは考えておいた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。次にストロークですね。でこれもですね、やっぱりこうスピンのかけやすさっていうのが一番大きな違いだったんじゃないかなと思います。で明らかにこう前作よりもボールの引っかかりが良くてですね、高い弾道で打ち出す、高い弾道のスピンボールでつなぐっていうのがやりやすくなったと思います。ラケット自体のアシストっていうのも増えているので、それが、高い弾道を打った時の楽さにもつながってるんじゃないかなとも思いますね。でアングルを含めて、打てるボールの幅っていうのは広がったんじゃないかなというふうに思います。で前作はもうボールをね潰さないとダメでしょみたいな感じがあったんですが、そこまでのハードさっていうのは今作ではかなり、抑えられていると思いますし、本当にいろんな人が打って快適っていうふうに感じられるレベルのラケットだなと思います。で次にボレーなんですけれども、ボレーはメリットがかなり増えたんじゃないかなと思いますね。一瞬こうボールを捕まえる感覚はありつつも、しっかりラケットが飛ばしてくれるので、コンパクトなスイングでもさばけると思いますし、ダブルスの前衛とかもそうですけれどもかなり楽になったと思います。なので、新旧どっち買おうかなみたいに悩んでいる人でダブルスプレーヤー、ダブルスが主体、ネットプレーが多いよっていう人は、個人的には迷わず、新型をおすすめしたいなというところかなと思います。次はポイント形式の中で見ていきたいと思います。まずはサービスゲーム、シングルスのサービスゲームですね。今みたいな片手バックもラケットが飛ばしてくれるんで、楽だなっていうのはあったんですけど、ここはねちょっと丁寧に狙いすぎてアウトしちゃいました。ラケットは関係ないミスですね。でスピンは非常にかけやすいので、ここセカンドで相手のバック側にしっかり弾んでくれましたね。こういうサーブが非常に打ちやすいっていうのは、ポイント高いなというふうに思いましたね。でスライス狙ってたんですけど、ちょっと入らなかったですね。でここセカンドからですね、相手のアプローチが思ったよりも短くてバランス僕も崩してるんですけど、当てるだけでもなんとかラケットが飛ばしてくれて、ポイントを取れましたという、ラッキーなねポイントだったかなと思います。ああいうところでこうラケット自体のパワーであったりとか引っかかり感っていうのは非常に感じられたかなと思うんですが、今のポイントはちょっとスピンサーブ弾ませようとしすぎてミスしました。でこの日なかなかねこう、聞いてて分かると思うんですけど、風が結構強くて、なかなかクリーンには打てないのは辛いところでしたね。ここも相手の
こう風に乗ってくるようなスライスに差し込まれてネットしちゃいました。はい。でただ、その中でもねこういうスライスとかでうまく点取れたのは良かったかなと思いますね。しっかり回転がかかるので、横に曲がるようなスライスとかも打ちやすかったですし、今のサーブも、ちょっと風に乗ったのもありましたけど、しっかり回転はかかってたかなと思います。でここ勝ち込まれるんですけど、当てるだけでなんとか返して、結果ねポイントにすることができました。こうやって見てると全般こう、特にバック側でラケットのアシストっていうのは非常によく感じられたかなと思います。で続いてリターンゲームなんですけどちょっとね合わなかったです正直。何試合もこのラケット、ノーマルの状態で、ブラックベノムを貼って使ってたんですけど、正直ね合わなかったですね。これはひどい。これは普通にひどい。はい。なんて言うんですかね、僕そんなリターン大振りするよりは当てて返したいんですけど、ちょっと、ここもそうなんですけどボールに押し込まれる感じがあって、もう少し荷重するなりストリングで、もう少しこうパワーを補うというかしっかり感出さないときついかなっていう感じありましたね。ここも相手のすごくいいスピンサーブでネット越せませんでした。リターンはねサーブゲームほどラケットの良さっていうのを感じることができなかったですね。でここからダブルスのサービスゲームなんですけれども、正直あんまり当たってないボレーだったんですが相手コートに深くに入ったので点取れましたという感じですね。でここはねセンターというか相手のフォアに甘いスピン入って、勝ち込まれてね失点してしまいました。あんまりラケット過信してね甘いところを打つと良くないなっていう見本ですね。でここは手堅いボレーで点取れました。V コアプロ100ならやっぱりこういう手堅いプレーでね行きたいなという感じがありました。はい。でサーブがねあんまりファースト入ってないんですけど、セカンドからこう手前に落とす展開で、スピンのかけやすさがあるんで、ネット際のこういう片手バックとかも、やりやすいなという印象でしたね。で基本的にはこういうスピンサーブで相手のバックを狙って、ミスを引き出すことができました。あそこが、強みなんじゃないかなと思います。でまず高評価ポイントこちらの3つですね。柔らかい打球感とパワーの、バランスのところですね。で2つ目は性能バランス、全体の性能バランスの良さで、そして3つ目は、スピンのかけやすさ、この3つですね。はい。でまず1つ目柔らかい打球感とパワーというところなんですが、繰り返し言ってますけどこの新しい V コアプロ100なんですけれども、前作に比べて明らかに打球感っていうのは柔らかさ感じやすくなってます。でそれとプラスしてパワーっていう部分でも、よりアシストが感じられるようになっていて、柔らかくしつつパワーも感じやすくなったっていう点は、間違いなく高評価ポイントなんじゃないかなというふうに思いますし、使えるプレイヤーっていうところの幅で見た時にもかなり広がってるかなと思います。で2つ目、性能バランスの良さなんですけれども、そのパワーが支えている部分も多いとは思うんですけれども、どのショットもある程度ちゃんと打てる、かなりこう打ちやすいっていうところで、プレイヤーをね選ばない良さっていうところがあるかなと思います。ハードヒットしたい人にもある程度対応できますし、フラットで打つ、アングルを狙うようなスピンを打つっていう、いろんなことができるラケットに仕上がってるかなと思います。で3つ目はそこに関連してはいるんですけれども、ストリングパターンが荒くなったりグロメットホールが大きくなったりとかっていう影響だと思うんですが、スピンはもう断然かけやすくなってます。なので、その少し高めの弾道でボールをつないだりとかですね、アングルを狙ったりとか、あとはスピンサーブで跳ねさせたりとかっていうのが非常にやりやすくなりました。やっぱりテニスする中でスピンっていうのはすごく大事な要素なので、そこがかけやすくなってるっていうところは、かなりプレーする中ではありがたみを感じられるポイントだったなというふうに思います。続いては低評価ポイントについても正直にお伝えしていきたいと思います。
そこまでめちゃくちゃここがダメだよっていうポイントはないんですが、強いてあげるならこの2つかなと思います。まず1つは、好みの分かれるデザインっていうところで、2つ目は前作との互換性が低いという部分ですね。まず1つ目のデザインなんですけれども、最初にも言ったんですけど、エヴァ初号機みたいなデザインで、正直好みは分かれますよねっていうところかなと思います。で、多分その RD シリーズ、過去にあったラケットをちょっと踏襲するようなねデザインになってるとは思うんですが、あんまりそこの必然性は感じないかなというのが正直なところですね。で、ツイッターにも投稿したんですけど、こんな感じで黒ですね。これは左右反転して、作ったやつなんですけど、黄緑色の差し色なくてもよかったんじゃねとは僕は思ってますね。V コアプロのイメージ的により競技者志向が強いモデルだと思うので、変に明るい色入れずに黒でもよかったんじゃないかなとは正直思ってます。レグナが黒なので差し色入れたいっていう思惑はあるとは思うんですが、黒だけの方がかっこいいんじゃないかなとは思います。で、続いて前作との互換性が低いっていう部分なんですが、正直その別物ですね。同じ V コアプロ100っていうネーミングではあるものの、打球感も違うし、パワーも違うし、スピンのかかり方も違うしっていうところで、かなりその違いが大きいんですね。で、ほとんどの人にとってはそれはプラスに作用する部分の方が大きいとは思うんですが、前作を気に入っていた人がこれに移行するっていうのを考えた時には、いろいろと難しい部分はあるんじゃないかなと。セッティング、ストリング選びを変えたりとか、テンション変えたりとか、いろいろ工夫しないといけない部分が出てくると思いますし、感覚的な調整っていうところもいろいろ求められるんじゃないかなとは思いますが、繰り返しますけど、ほとんどの人にとっては前作よりも今回の新しい V コアプロの方が使いやすいとは思うので、そこをどう捉えるかっていうところだとは思います。そんな感じ。続いてライバル比較いきたいと思います。ライバルとしては 300g ぐらいで、フレームの厚さが 23mm 前後のモデルっていうところになってくるのかなと思います。その意味ではダンロップの CX400 ツアーやヘッドのスピード MP、 プリンスのツアー100だったりとか、あとはバボラのピュアストライク100あたりが、ライバルと呼べるんじゃないかなと思います。で、この中で個人的に、結構似てるなと感じたのが CX400 ツアーと、ツアー100、この2本でしたね。で、V コアプロ100と比べるとですね、CX400 ツアーの方が、よりボックス系っぽい、薄ラケっぽいフィーリングを残していて、コントロールよりのラケットかなと思います。で、反対に、ツアー100っていうのはもう少しラウンドっぽいパワーがあって、楽に飛ばせるラケットっていうところになってくるかなと思います。じゃあV コアプロ何がいいのかっていうのを比較して考えた時にはですね、やっぱりこのフレームの柔らかさ、打球感の柔らかさとパワーっていうところのバランスなんじゃないかなと思います。通常ラケットのフレームが柔らかくなるほどパワーっていうのは出にくい、伝えにくいっていう風になっていくんですが、この新しい V コアプロっていうのはそこのバランスが非常に優れていて、柔らかいけどしっかりパワーも出るよねっていういい落としどころになってるんじゃないかなと思います。ライバルラケットとのより詳細な比較に関してはですね、僕が運営している AdoBro というブログの方に掲載していますので、よろしければ概要欄の URL の方からそちらも合わせてチェックをしてみてください。いかがでしたでしょうか。今回はヨネックスの新しい V コアプロ100のインプレお届けしました。今までよりも柔らかい打球感になっていて、なおかつパワーもね出しやすくなっているので、多くの人にとってより扱いやすい、より使いやすいラケットに進化しているなというのをしっかり感じることができました。ですでにグリップサイズによっては品薄状態になってきているようなので、購入を考えていた人はですね、ぜひこの動画であったりとかAdoBroのインプレ記事参考にしていただいて、お早めにご購入していただくのがいいんじゃないかなと思います。
であとはですね、カスタムする余地まだまだいっぱいあると思います。レザーにしたり荷重したり、あとはストリングもう少し張りのあるものにしたりっていう感じでもっともっと良くなると思いますので、そういう情報も随時発信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と、いいねボタンも忘れずに押していっていただけると嬉しいです。今回の動画以上となります。それでは。